いつも D チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日の動画はヒルガノオープンラウンド3フロント9です。前回ラウンド2で大爆発した高倉大選手を解説にお迎えして、長岡健太選手と一緒に、お伝えしていきます。お二方よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあということで、前回のラウンド11アンダーでしたっけ、高倉大選手。そうですね。すごかったですね。ちょっと前半でなんかバーディーが取れたんでだいぶ楽になりましたね。さあということで、3ラウンド目の1番ホール、投げ上げの 108m です。さあメンバーはここに、福田浩一選手が上がってきた感じですね。2ラウンド目までと違ってもうここから部門分けされて、そうですね、プロオープンだけのラウンドになります。これ赤いのは何のディスク投げてるんですか？スターデストロイヤーですね。スターのデストロイヤカルガも超えていきました。ー。おさあそして2番手酒井寛介選手11点アンダー。おおギリギリです。これはいいよ。これはやべえわ。結構飛距離も出ています。さあそして7アンダーで福田浩一選手。ちょっと右に出ましたが、さあそして6アンダーで酒井雄太郎選手です。カルガもギリギリ。柔らかいですね。惜しい。惜しい。なかなかバーディーにみんなありつけない感じですね。このラウンドは、全員パースタートということになりました。さあ2番ホール 55m 投げ下ろしです。大選手はこのコースどんな印象をお持ちですか？いややっぱりヒルガノオープンのコースの中で長いホールが多い中でこういう短いホールがあってちょっと確実に取らなきゃなっていうプレッシャーがかかるホールですね。なるほど。投げたのはパターですか？これはそうですね。 P2 ですね。普段パターに使ってる P2 をアプローチとして同じような感覚で投げてました。おおしっかりスパイクファイザー決めてきました。
このプレッシャーがかかるホールでちゃんとスターフレームを出してきました。トップ4人です。さあ3番ホール行きましょう。 87m 投げ上げです。ここ 87m に思えますか？というか、いや表記は87もうちょっとあるような気がするんですけど、なんですけど、届かせるには120、130の力が必要だと思います。うん、それだけ上りがきついってことですか？そうなんですよね。これもまたスターデストロイヤーで。そうですね、スターデストロイヤーが自分が持ってる中で一番飛距離が飛ぶなって感じてたので、やっぱり1枚に絞ってその誤差とかが出ないようにスターデストロイヤーに頼りきりといった感じでヒルガノオープンは投げてましたね。どれぐらいの重さのデストロイヤーを？ちょっと正確な重さは覚えてないんですが、170ちょっとぐらいだったと思います。うん、じゃあもうほぼマックスウェイトの。そうですね。良さそうです。おナイスでー、す。うん、このラウンドでの注目選手は誰ですか？このラウンドでの注目選手はやはり酒井寛介選手ですかね。2位の勘介選手で。はい、やっぱりどういったとここのろに？4人の中でも圧倒的な飛距離を持っているので、この飛距離が必要なコースの中でかなり優位に立てるかなと思いまして、また2位というところで、そうですね、距離で劣っていても、スコアでは負けないようにっていうことを考えてました。勘介選手すごい軽く投げてるように見えてめちゃくちゃ飛ぶじゃないですか。はい、なんであんなに飛ぶと思います？やはりそれはマッスルじゃないですかね。マッスルですね。さあ4番ホール、右ドッグレッグ。大選手ラウンド2ではゴールの下まで、てかゴールの下を通ってゴール下で止まるというスーパーショットでしたが、そうですね、得意なホールっていう感じですかね。いやこれは僕の嫌いなサイドが必要とされるホールなんで、どちらかといえばかなり苦手にしてました。これ動画で見てると結構ワイドなリムのディスクに見えるんですけど、はい、何を投げてるんですか？これはブリザードチャンピオンのデストロイヤーを投げてますね。ちょっとサイドを投げるときに肘を痛めちゃう癖があって、ちょっと負荷を軽くするためにそのサイド用のちょっと軽めの150ちょっとぐらいの重さのブリザードチャンピオンデストロイヤーをサイドの時には投げてます。あんまり重さとかじゃあそんなん軽いから投げづらいとかっていうのはあんまりないんですね。そうですね、サイド用って本当に決めてるので。うんうん。お、ピース。さあ5番ホール 87m。 やっぱり左の OB 気になりますか？ここ
そうですね、すごい気になりますね。結構1ラウンド目から右に投げてる選手が数多くいた感じがあるんで、はい、やっぱり若干パターでは届かないっていうところもあって、ちょっと尖ったディスクを投げないといけないので、まあ僕が投げてるのはロックなんですけど、最後左に垂れるっていう恐れもあるので、かなり右目を意識して投げるようにしてました。これもちょっと右ですね。距離はちょうどどれぐらいの重さのロックですか？確か160後半ぐらいの重さだったと思います。基本的にあれですか、バッグの中身はだいたいもう160後半から70前半で。そうですね、170前後のディスクを多めに入れてます。さっきのラウンドもギリギリだった気が。そうですねてか当たってましたね、確か。ナイスアプローチです。惜しい。ちょっとヒヤッとしましたね。なかなか距離がないホールでもバーディーが取りづらい昼賀のオープンのコースとなってます。さあ続いて6番ホール、投げ上げ 91m。 どんぐらいのイメージで投げてましたか、大選手は。その 91m これだけ投げ上げだと平地だと何メーターぐらい飛ばすイメージで。おそらく140メートルぐらいの飛距離が必要になってくるんじゃないですかね。僕は本当に 120% フルパワーで投げても全然届きませんでしたね。まあ意外といった。これで残りそうですね、10メーターないぐらいですかね。田選手はアンハイザをちょっと伸ばした感じで、これもナイスです。これの中では最長距離だ。やばい、飛んで。うん。ハイザーなんですね一人だけ。やっぱり飛距離には相当の自信がある。惜しい。緊張した。ウィーニングパットぐらい緊張した。緊張してんだろうな。やっぱりこの4人は普段から練習したりするんですか。結構仲良さそうに見えるんですけど。いや普段一緒に練習することはほとんどないですね。やっぱりなんだろう、住んでいるところが近いからとかそういうあれなんですかね。近いっていうほどじゃないとかもしれないですけど、地方が一緒っていうか。そうですね、地方が一緒なんで、愛知オープンっていうローカル大会でもよく顔を合わせるメンバーなんで、はいはい。もう本当にアットホームな感じで回ってましたね。さあということで気づけば勘介選手と大選手10打差ということで、どうですか、もうこの時点でこれはいけそうだなって感じはあったんですか。
そうですね、かなり差があって余裕があるなとは思ってたんですが、僕は前半がどちらかというと得意な方だったので、うん前半で稼いでいるだけで、その後半はまだまだ、気を引き締めていかなければいけないなという思ってました。なるほど。さあ投げ下ろしの 79m、 これもパターですか、そうですね。福田選手とゆうたろう選手はドライバーを使ってスパイクハイザー。こういうとこであまりこうドライバーを使わないっていうのには何か意図があるんですか？単純にスパイクハイザーを練習してないっていうのと苦手意識があるので、こういう短いホールでは基本的にアプローチを意識して普段のアプローチと同じように投げるっていう感覚でパターで投げてました。うん、本当に関係ねえ、マジで関係ねさあパットには定評がある福田選手。おっと、え。いや、ごめんなさい。ごめんなさい。意外とこの斜面に突き刺さってるゴールがこう選手たちを苦しめてるようなイメージもありますし、あとゴールが2種類今回あったんですけど、その辺もなんか影響があったというか考え方が変わったみたいなところってあったんですか？そうですね、僕はそんなにパットに繊細な方ではないので、シンプルにゴールを狙うっていうことしか考えてなくて、パットの時はゴール全体、鎖全体を捉えてそれに向かって投げてるイメージなんで、それほど僕にはあんまり変化があったようには思わないんですけど、ちょっと風が吹いてるところもあるのかなっていう。風を遮るものが何もないので。8番ホール 83m です。酒井雄太郎選手からです。ちょっと入りそうでしたね。これはティーバードですか？そうですね、ティーバード3を投げてます。3。これも結構重めの。そうですね、170いかないぐらいだと思います。ロードランナーではなさそうですね。そうですね。とりあえずチューブでロードランナーを投げてるイメージがあるというふうに言ってしまったので、さすがトップグループですね。皆さん同じようなところに。だいたい 4,5 メーターぐらいのパットですかね。そうですね。
最終ホール、ここも投げ上げなのでやっぱり 120m ぐらいのイメージなんですかね。そうですね、120メートル、130メートルぐらい投げるつもりで投げてました。結構こうずっと斜面に T が立ってるとこが多いと思うんですけど、はい、そういう時何か気をつけたりしてますか？ステップをこうするとか。特に考えてないですねもう全然もう平地も斜面も同じだと。そうですね、ただちょっとディスクの軌道はちょっと考えてます。うん、いや1ラウンド目からちょっと見てて、ステップする速さがどこのホールも一緒だなと思ってて、はい、上りでも下りでも。やっぱ上りの時はステップの速さがディスクのスピードにかなり影響すると思ってて、やっぱり上りの時は、ステップのスピードが落ちちゃうので、かなり力入れて走ってますね。力は入ってるんですね。そうですね。もしだいたい 10m、 今ので 10m ぐらいのパットですかね。そうですね。福田選手にしてはなんか珍しくパットがずれてますね。そうですね、大会を通じてなんですかね、ちょっとパットが合っていないような様子でした。福田選手は1ラウンド目はちょっとスコアが悪かったので、ただここまでやっぱり這い上がってくるだけの実力はある選手です。ということで、よいしょ、フロント9終わって、高倉選手23アンダー、酒井寛介選手は13アンダー、福田選手10アンダー、酒井優太郎選手も10アンダーということで、今現在3位4位が3位タイという状況で、やっぱりその高倉選手さっき前半の方が得意って言ってたんですけど、やっぱりここで、5アンダーですか取れたっていうのはやっぱりこの先も。そうですね、やっぱりここの時点で、他の人たちよりもいいスコアで上がれてるってことで、基本的にラウンドごとに見て誰にも負けないようにっていうことを意識してるんですけど、ここでも前半で人より前に出れたってことはすごい後半が楽になりました。さあその後半がどうなるのか、それはまた次回の動画で、ぜひ見ていただきたいと思います。今回は高倉大選手に、オンラインで解説をしていただきました。それでは皆さんまたバックナインでお会いしましょう。